フラットパック版ダヴィンチリゾルブで日本語入力する。今回は、フラットパック版ダヴィンチリゾルブリゾルブを日本語入力できるようにビルドしていきます。前回は普通の起動まででしたが、その内容も再度含めて日本語入力するところまで見ていきます。ちなみに今回のこの動画は、この手順でビルドしたリゾルブで制作しています。まず、GitHub でフラットパック版リゾルブをビルドするパッケージが公開されているので、そのサイトを開きます。少し下にビルド手順が書かれているので、それに従いながら進めていきます。Git クローンで必要なファイルをコピーします。日本語入力用に作成した YAML ファイルをダウンロードして上書きします。元のファイルはバックアップとして取っておきます。ここでもうビルドしてしまっていますが、手順を飛ばしているため失敗します。このファイルを作成します。コピーペーストしていますが、こちらも GitHub に置いてあります。今度こそビルドします。完了しました。ボーカルリポジトリに登録して、インストールします。完了しました。起動してみます。立ち上がってきました。初期設定を行います。ウィンドウ枠とタイトルバーを表示させます。テキストやテキストプラスで日本語入力してみます。全角半角キー、コントロールスペースで IME 起動するようです。
ちなみにホストで Fytix を使用している前提で設定を作成しています。他の IM の場合はおそらく設定が必要になると思います。テキストは最初から日本語表示できるようです。テキストプラスは日本語入力できますがフォントがないようです。そこでフォントの設定を行います。下のフュージョンボタンを押して、上のメニューのフュージョンからフュージョン設定を開きます。パスマップのフォンツで初期設定がシステムフォントになっているので、小さくてよく見えないですが最後コロンになっているのでセミコロンに直して、このパスを追記します。プロジェクトを保存してリゾルブを再起動します。ここでプロセスが正常終了しません。設定によって回避できることが分かっているのですが、絞り込みきれていなく、今回の設定ではこうなってしまいました。今回は手動で停止しています。コントロール Z でプロセスを一時停止し、ts コマンドでリゾルブのキー ID を調べて、キルで停止しています。リゾルブを再起動します。テキストプラスで選択できるフォントが増えて、日本語表示できるようになりました。いろいろ試していますが問題なさそうです。今回のこのパッケージの特徴としては、Fytix と Fytix をビルドして含めています。あとはこのようにしてビルドしたリゾルブを使ってみた感想として、H264、265が使えないので、映像ファイルがとにかく大きいです。プロレス422プロ機種を使用。H264 で 43MB だった10分ほどの映像ファイルが、プロレス422プロ機種だと 7.8GB、185倍でした。あとはフラットパックバーならではの仕様として、コンテナ外へのアクセスを少し厳しめにしているので、いろいろな場所に置いたメディアなどに自由にアクセスできません。今回はドキュメントとビデオの2つのディレクトリをホストのホームと共有にしているので、そこを経由してやり取りできるようにしています。エンコードについては動画制作時点では問題は特になく、CPU、GPU ともに結構使って処理も早かったと思います。もしかしたら Windows の時と同等程度だったかもしれません。エンコード時のリソース使用状況を左に貼っておきます。この動画のテストエンコードも1分強程度だったようです。今回のこの動画が何らかの参考になれば幸いです。何かあればどんなことでもコメントいただければと思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。